はいどうも、ジルカセナなのでしょうか。見てください、この髪色ギリギリセナピンク。いやこれはもうセナピンクじゃないのかっていう、もうかなりアンニュイな位置なんですけど、まあもうあと一歩行くとこれはもうセナピンクとは言えなくなりますね。セナピンクじゃなくなった日にはこれはもうセナがセナでなくなる時みたいなね感じなので、セナ界隈にとってはもうこれ一大事なわけですよ。そんな一大事な時をね、これは動画にしないわけにいかないと思って、これで動画にしてるわけなんですけど、今日はですね、セナピンクどうやって作るのかっていうところをね、せっかくなので見せていけたらなと思っています。で、さっきも言ったんですけど、セナピンクがなくなった暁にはセナじゃなくなってしまうので、そんな時はね、次回エピソード派手なさよならセナみたいになってしまうので、それはダメでしょっていう。ということで今日はね、動画の最後には次回エピソードはてなおかえりセナってなれるようにセナピンクを作り方を実際にねやっていこうと思っております。僕はですね、だいたい月1回ぐらいのペースで美容室に行くんですけど、でその美容室に行った時に、根元のリタッチと、秘密の配合で、セナピンクにしてもらって、撮影とかライブに向けてそうやってやってもらうんですけど、いかんせんものすごく淡い色なので、もう1週間ぐらいで落ちてしまうんですよ。で下手したら30分いや5分、いやそれは嘘なんですけど、大体本当に3日早いと3日とか4日ぐらいで落ちてしまうんですよ。なのでいやこれはもう自分でセナピンクを生み出すしかないなと思って試行錯誤しまして、セナピンクの作り方を編み出しました。なのでね、毎回撮影とかライブのたびに美容室に行くっていうね、スケジュール的にもかなり厳しいので、そういうことをしなくて良くなったという方法がありまして、それを今日はね紹介しようと思っております。では今から実際に、セナピンクの作り方紹介していきます。はい、まず材料を紹介します。カップ1杯のトリートメント、ハケ、コーム、ビニール手袋、エンシェールズカラートリートメントショッキングパープルを適量トリートメントに入れます。はい、だいたいそうですね、髪の退色具合にもよるんですけど、今回の退色具合からするとトリートメントとカラートリートメントが30対1ぐらいに、トリートメントかなり多めになるように、今回はやってます。で人それぞれ結構黄ばみが強いなーっていう時とかはこの紫のカラートリートメントを割と多めにしてあげて、今回そうでもないなっていう時は少量入れてあげるって感じで、ポイントはやっぱ髪全体に伸ばしていきたいのでトリートメントを結構多めに入れてあげるってことですね。これないと後々やばい、もう髪に全体に行き渡らないみたいな感じになっちゃうので、ここの量は重要ですね。こうやって混ぜていくとほらもういい感じの色になったでしょう。これ30対1ぐらいでもこんなになるんで、もう3対1とかでやっちゃった暁にはもうやばいですね。もう紫ですよ。こんくらい、結構これ見てわかります？割と紫でしょう。はい、で混ぜ終わりましたと。はい、ここから実際にやっていきたいと思います。まずね、お家でやる方とかは汚れてもいい格好で、僕は普段汚れてもいい格好っていうかもう服着ないでやってるんですけど、今日はね皆さんにお見せするということで一応布をまといこうやってやってます。でタオルをこうやってやれば、さらに服にもでも服を着ながらやるのはあまりおすすめしないですけどね。いいや、実際やっていきます。でまずはさっき混ぜたやつを
適量を取りまして、で毛先にちょっとこうつけてきます。で毛先につけたらこう揉み込みます。こうやって手も使うので、こういうビニール手袋があるとやっぱいいですね。これ結構染料っていうんですかが手についちゃうので、こういうのあるとより良きですね。でコームを使って溶かすというか、なんというか、これでまんべんなく、これやんないとどうなるかっていうと色ムラができやすいんですよ。これをやることによりなんか均等な感じでねいけるのでいいと思います。でまあこれで、量が足りないなと思ったら付け足せばいいし、量が足りてるなと思ったら次に行くみたいな感じでやっていきますね。で今ちょっとざっくりやっちゃったので、もうちょっとやっていきます。襟足が服についてしまう。襟足がペタってこう折り曲げて、襟足が一応ここのブロック終わったので、これで、全体を塗っていきます。はい、塗っていきました。こんな感じでね、セナピンク復活しました。イエーイ。はい、これでようやくエピソードハテナおかえりセナって感じですね。で今回やった方法はみんなが思っているよりかなり簡単にできるので、さっきの方法を見てもらったら分かるんですけど、トリートメントとカラートリートメントを足してるわけだから、実質トリートメントみたいな。で使い方もなんかもうトリートメントみたいじゃないですか。だからなんかこう色ムラが出るっていうなんか心配もあんまなくて、もうほんとトリートメントみたいな感じでこうわーっと使っていけば仕上がるわけですね。本当に簡単なので、ここから淡い色をやりたいとかって思っている人にはおすすめですね。淡い色やりたいけど淡い色だから維持が大変だろうなって思ってこう踏み出せずにいる人たちには特におすすめしたい。多分色を変えればピンク以外でもなんかできるのじゃないかなと思うので、やってみたらいいと思う。でそう結構大事なことがあって、これじゃあブリーチだけやればあとは自分で全部いけるのではないかっていうふうに思う人もいると思うんですけど、それだとなかなか厳しくて、っていうのはやっぱ美容室とかでやってもらうカラー剤とかのカラーってしっかり入るので、その黄ばみとかもしっかり打ち消してくれるんですよ。ただその黄ばみを打ち消すのも全部トリートメントとかカラートリートメントでやろうと思うとそれは結構難しくて、やっぱ最初のベースの色作りみたいなのは美容室でやってもらって、その後の維持みたいなのをセルフケアでやるっていうのが僕が見出した最強の方法ですね。最初美容室でやって、あとはトリートメント作戦でやればまず維持は間違いないかなと思っております。はい、なのでですね、今回セナピンクの作り方を伝授しましたので、セナピンクにしたいっていう人はですね、どんどんセナピンクにして願わくば街をセナピンクだらけにしてみてください。はい、そんな感じで、今回は、セナピンクの作り方を紹介しました。ぜひやってみてください。ジルカセナでした。バイバイ。